ガルネリウスのシュウでございます。今見ていただいたのはですね、トゥーノーツという会社のですね、2機種だけを使って録音したものになります。その2機種というのはですね、今僕が手に持っているこのルーリードというですね、プリアンプのペダル2ちゃんのプリアンプになります。それと、こちらのトーピードライブというスピーカーシミュレーターを使ってですね、その2つだけで、録音をしたと。なんとですね、キャビネットを鳴らしておりません。それだけでこの2つだけでですねかなりの、プロクオリティのサウンドが作ることができます。そこら辺をですねどんどん紹介していきたいと思います。まずはですねルリードプリアンプをですね鳴らしていきたいと思います。こちらですね先ほども言いましたけれどもですね2チャンネルになっておりましてですねグリーンと歪みのチャンネルっていう感じになりますね。そしてですねそれが各 AB になるんですけど、その AB を両方鳴らすっていうね、そういうこともできちゃうようなそんな感じの、プリアンプになりますね。で基本エフェクター的にも使うこともできるんですけれども、そのライブ会場にこれだけ持って行って、でその真空管アンプなりのですねそのリターン端子に挿してプリアンプとして使うっていうのが一番の使い方なのかなと。このねプリアンプを最大限に活かす方法としてはそこら辺になってくるのかなと思います。あと一つ、真空管が入っております。真空管が入っていることによってですね非常に音が濃密といいますかね、その特有の真空管が入っている特有のですねコンプレッション感といいますかね、前に出してくれる感じのサウンドがガツッと出てきてくれるので非常に聴いてて気持ちいい感じですね。まず音を一つずつ出していきたいと思います。まずはですねクリーンチャンネルの音を弾いていきたいと思います。こんな感じのサウンドになるんですけれどもですね、基本的にコントロール、ゲイン、ボリューム、ベース、トレブルというね4つのつまみで構成されてるんですけれどもですね、今僕は基本、ゲインは11時50分ぐらいというかだいたい12時ぐらいですね、ちょっと若干その歪んでくるあたりなのかなっていう感じで上げていっても結構クリーンを保ってくれる、そんな感じの基本スーパークリーンな感じのサウンドが出てきますね。基本そのねピッキングのタッチにもすごくなんかフォルテッシモで弾く時もピアニッシモで弾く時もすごくダイレクトに反応してくれる感じが真空管ならではなのかなと思います。続いてですね、チャンネル B、先ほどの、クリーンチャンネルがですね A チャンネルになるんですけど、チャンネル B のですね歪みの、音を出してみたいと思います。基本的にですね非常に真空管アンプを鳴らしているさながらのサウンドがですねタクから聞こえてくるっていう。でしかもつないでんのルーリードっていうこのプリアンプだけっていうのが非常に、楽ですね。楽極まりない感じですね。なんか
もっともっとね大掛かりなこうセッティングをして、出されるようなサウンドがですねこのちっちゃい、ボディからですね出てくるっていうのはもうちょっと最近ねもういろいろ信じられなくなっている世の中ですけれども、さらに信じられない感じがしますね。そしてまあ真空管ならではのコンプレッション化ってこう何回も言ってますけどですね、そのサウンドもこう非常にね、聞いていただいたら分かるようにですね、こうやはりこうデジタルだとこう出しづらい感じ、まあもちろんね素晴らしいシミュレートをされているところももちろんいっぱいありますけれども、やっぱね真空管を絶対こう使った方が真空管の音がするっていう、それは本当確かなことでですね、まあそういうサウンドがこうね出てくるなと思っております。続いてはですね、トーピードライブスピーカーシミュレーターの話をしたいと思います。こちらですね、このトーピードライブを使って音を最終的に出してるわけなんですけども、まあ基本ね皆さん音を出す時っていうのは、スピーカーねキャビネットからもちろん音が出てるっていうことが非常にねこう、まあ、普通のことだと思うんですけれども、まあレコーディングをする時っていうのはねそのマイキングをして、それをタグに送ってこう音を調節をしていってとか、そういうねこう言うてしまえば結構複雑な作業が必要とされるわけなんですけども、そういうこうスピーカーから音出ましたでマイキングをしましたでそれをタグに送りましたみたいなそういう作業をこのねトーピードライブってやつはですねこれ1台で全てできてしまうという夢のような機材になりますね。スピーカーシミュレーターといってもね他社でもいろいろあると思いますけれども、こんだけね機能で兼ね備えてですねこう本当自身の好きな音まで絶対にたどり着けるであろうセッティングができるのもなかなかないんじゃないかなと僕は思ってますね。基本僕のセッティングっていうのはですねその、中にこういろいろありますけれどもですねそのスピーカー好きなやつを選びました。それからそのマイクの距離とかですねマイクの種類とか、そういう部分もそのいろいろ種類が入っているんでですねそこら辺を好きな音がするようにこう弾きながら合わせ込んでいって、最終段にですねこうイコライザーも入ってるので、そのイコライザーでさらなるその自分の好きな音を作りました。そこからタクに送りましたみたいなそんな感じの作業をいつもしてますね。もちろんですねその、ガルネリウスのアルバムでもこう使われている、機材になりますね。非常にこう扱いやすい、そしてこうなんかねこれだけでね、いい音が作れてしまうんだったら本当使うしかないみたいなね感じですよね。僕家でですねこう JMP1 それから、VHC2902 というパワーアンプを使ってますけれどもですねそこから、このトーピードのですねこの、スピーカーシミュレーターを通して鳴らすことがあったりとか、もちろんこのルーリードっていうねプリアンプを使って鳴らす時もあればとさまざまな用途でですねこのトーピードライブっていうのはもう活躍してくれておりますですね。非常にいいです。こう本当スピーカーシミュレーターっていっぱいありますけれどもですねこういいです。いい音がします。いい音を作ることができます。自分の好きなサウンドを作ることができますね。上位機種としてですねこう2系統出力できる、ものもあります。そこら辺もこうね今後視野に入れていこうかなとは思っているんですけどね。そんな感じでございます。以上どうだったでしょうか。トゥーノーツのですね、ルーリードというこの素晴らしいプリアンプ、それからねこうトーピードライブというこの素晴らしいスピーカーシミュレーター、この2つだけを使って、今回はデモ演奏しましたけれどもですね自分的にもここまで音を追い込めるとは思ってなかったというかこう嬉しい誤算といいますかねその今後こうねどんどんこう活用してさらにいい音を作っていきたいなと思っております。皆さんもトライしてみてください。